数学系 YouTuber になるために必要な本はどこだろう。おや、この本は。ずんだもん、待って、それ別の世界に飛ばされる本だから。なんだって。うわ、なんだこれは。メタンはどこなのだ。はい、私はここにいます。よかった、道連れになったんだね。それで、この問題は数字と図形が書かれているね。1に対応しているのは直線。正確には長さが有限だから線分というやつかな。2に対応しているのは正方形。そして3に対応しているのは立方体のようなのだ。これらの数字は次元を表しているみたいね。次元、確かにそんな感じがするのだ。でも 1.585 ってなんだろう。 1.585 次元、そんなの聞いたことがないのだ。これは厄介な問題が来たわ。このハテナは何を意味しているのかしら。その答えにたどり着くには最初に次元の定義を確認するところからね。まずは1次元から始めましょう。これは1次元の数直線なのだ。数直線は実数全体を表している。言い換えると数直線上の点の位置は一つの実数で表すことができるわ。まあ確かにそうなのだ。じゃあ2次元の場合はどうかな。これは2次元の平面だね。平面上の点の位置は2つの実数の組で表すことができる、いわゆる座標というやつだね。よくできました。3次元の場合についても同じように点の位置は3つの実数の組で表すことができる。これをまとめると、1次元では点が1つの実数で表され、2次元では点が2つの実数の組で表される。さらに3次元では点が3つの実数の組で表されるわね。ふむふむ、なるほど。つまり次元とは座標の成分の数のことなのだ。でも 1.585 次元ってなんだろう。座標の成分が 1.585 個あるってこと？メタンのおかげでさらに謎が深まったのだ。私のせいにしないで。次元に対するこの理解は第一歩として間違ってはいないと思うけど、もう一度問題を確認しましょう。よく見るとこの問題は少し奇妙ね。ここには空間ではなく図形が描かれているわ。あれ？確かに。ということはここにある数字は空間の次元ではなく図形の何らかの性質を表しているのかな。それはいい観点ね。例えば長さ1の線分を考えましょう。これを r 倍に拡大すると長さは r となるわね。なんか当たり前なのだ。次に一辺の長さが1の正方形を考えましょう。これを r 倍に拡大すると一辺の長さが r になるので、その面積は r の2乗となるわ。確かに。これは正方形が二次元的な図形であることを意味している。では一辺の長さが1の立方体を r 倍に拡大すると一辺の長さが r になるからその体積は r の3乗になるね。これは立方体が3次元的な図形であることを意味しているのだ。分かってきたみたいね。ここから1.585次元の図形とは何かを類推してみましょう。ある1.585次元の図形があるとする。その形はわからないのでとりあえず点線で表しておくけど、その図形は何らかの大きさとして1という値を持っている。大きさって何？長さ？それとも面積かな？いいえ、そのどちらでもないわ。これは1.585次元の図形だからね。その大きさは1次元と2次元の間の量、つまり長さと面積の間に一致する量と考えられるわ。ちょっと想像できないのだ。そしてその図形を r 倍に拡大すると図形の大きさはいくつになるかな。これまで r の指数が次元に一致していたから、この図形の大きさは r の 1.585 乗になるのかな。それで良さそうね。ますます謎が深まった気がするのだ。ヒントとかあればいいんだけど。気をつけて、何か来るわ。なんだって？うわ、これは一体？ヒントが来たみたいね。2を 1.585 乗するとその値はほぼ3になる。へえ、そうなんだ。これ何に使うんだろう？さっきの状況を思い出して。1.585 次元の図形を r 倍に拡大するとその大きさは r の 1.585 乗になると考えられるのだった。ここで r が2の場合を考えると、この図形を2倍に拡大すればその大きさは2の 1.585 乗となる。つまり3倍になると考えられるわね。ぴったり3倍なの？そこは突っ込まないでほしいんだけど、近似値を使ったからもう少し正確に言うとすれば、ある図形を2倍に拡大したらその大きさが3倍になるとき、
図形の次元は約 1.585 であると考えるのが良さそうね。ふむふむ。ではそういう図形を作ればいいのだ。と言ってもこのままだと想像しにくいわね。ちょっと別の視点から探ってみましょうか。さっきは線分を拡大したけど、今度は線分を2分の1倍に縮小してみましょう。つまり半分にするってことだね。ここから元の線分を復元するにはどうすればいいかな。半分にした線分を2つくっつければいいんじゃないかな。そういうことになるわね。次は2次元の場合を考えましょう。さて、正方形を半分に縮小するとこんな感じになるけど、元の正方形を復元するにはどうしましょうか。さっきは2つの短い線分をくっつけたけど、これだと4つの小さい正方形をくっつける必要がありそうだね。そう、つまり2の2乗この小さい正方形が必要になるわね。ああ、確かに。となると次は立方体を半分に縮小したら、元の立方体を復元するには8個の小さい立方体が必要になる。つまり2の3乗個の小さい立方体が必要ってことだね。ここでは2の3乗の3が図形の次元を表しているのだ。するとある図形を半分に縮小したら、元の図形を復元するために縮小した図形が2の 1.585 乗個、つまり3個必要になる。そんな図形があれば 1.585 次元の図形だと言えそうだね。でもそんな図形あるのかな。だいぶ答えに近づいてきたわね。そうなの？さっき正方形を半分に縮小した時は小さい正方形が4つ必要になった。3つじゃなくて4つか。なんか惜しい感じがするかも。四角形だと4つくっつけるってことは、もしかして三角形だと3つくっつけるってことにならないかな。それは興味深いわね。じゃあ早速やってみよう。正三角形を用意して、これを半分に縮小するのだ。そしてこれを3つ組み合わせるとこのようになる。真ん中が空いてしまったわね。元の図形になんか近い感じはするけど、完全に復元はできなかったのだ。復元するにはもう一つ小さい正三角形が必要。つまり4つの小さい正三角形が必要となるわ。正三角形も面積を持つ二次元的な図形だから、半分に縮小すると4つ組み合わせる必要があるのは正方形の場合と同じみたいね。ダメだったか。いえ、答えには近づいている気がするわ。いや、でもこれ以上は進めないよ。無理やり進めてみましょう。どういうこと？真ん中が空いてしまったこの図形をさらに半分に縮小する。そして3つ組み合わせるとこのようになるわ。穴が増えてしまった。もう僕は諦めたのだ。さらにこの図形をまだやるの？この図形を半分に縮小し3つ組み合わせましょう。ますます穴が増えたのだ。いやでもこれってもしかして左の図形と右の図形が似てきてる？いいところに気がついたわね。ではこの操作を無限回繰り返しましょう。なんかさらっとそういうこと言ったのだ。無限回繰り返すってどういうこと？気をつけて、何かが起こるわ。一体何が起こるというのだ？うわ、今度は何が？これはチェルピンスキーの三角形。無数の三角形が組み合わさってる。なんか見てると鳥肌立ってくるね。でも美しい図形ね。これこそ私たちの求めていた約 1.585 次元の図形の一つの例ということになるわ。 1.585 次元。改めて聞いてみると不思議な響きなのだ。この図形は1よりも次元が大きいため、辺の長さの合計は無限になってしまう。なんだって？ 1次元の物差しはこの図形を測るには細かすぎるということね。逆にこの図形は2次元よりは次元が小さいため、その面積は0となってしまうわ。2次元の物差しはこの図形を測るには荒すぎるようね。気難しいやつなのだ。この図形は確かに半分に縮小してから3つ組み合わせると元に戻る。似てるとかではない。完全に元に戻ったのだ。まさかこんな図形が出てくるなんて。実はこのような図形の例は他にもたくさんあるわ。知ってたの？例えば、まず線分を書きましょう。この線分を3等分し、このように変形する。中央の部分は底辺を除いた正三角形になっているわね。次に4つの線分に対して同じ操作を行う。これを無限に繰り返していくとコッホ曲線と呼ばれる曲線が得られるわ。曲線といっても滑らかという意味ではなく、単に端から端までつながっているという意味であることに注意してね。すごくギザギザしてるのだ。
国補直線はどれだけ拡大しても微細な構造を持っていて、その長さは無限であり、約 1.262 次元の図形であることが知られている。これも不思議だね。ざっくり言えば、今回扱った図形のように、どんなに拡大しても複雑な図形をフラクタルと呼ぶわ。この例のように自己相似な図形、つまり自身を縮小した図形を組み合わせることで、元通りに復元できるような図形は、フラクタルの重要な例となっている。でもフラクタルは自己相似な図形ばかりではない。そうなんだ。例えばこの図形の境界の部分は、フラクタルとして知られるジュリア集合の例になっているわ。特殊な色付けがしてあるので、ちょっと境界が分かりにくいかもしれないけど、一旦気にしないでね。ここではある種の定数を変化させているので、それに伴って図形も変化しているわ。うわ、なんかそういうのだ。この図形は完全な自己相似ではない。でもよく見ると似た形状を繰り返しているわね。無限に複雑な図形って怖いのだ。さて、そろそろ元の世界に戻りましょうか。ふむ。それでは皆さん、ごきげんよう。ではまた。